書いているうちに写実的になり違和感のある体型になってしまったと言っている通り、この資料に忠実に書いてしまったことが原因だと思います。秒針の高さによって各パーツの比率や形に一定の法則のようなものがあるので、まずはそこを押さえてみてください。最低限ここさえ意識すればリアルとデフォルメの書き分けがうまくいくポイントを知ることができますので、ぜひ最後までご視聴ください。こんにちは。同人お絵描き VTuber の鈴鹿よもぎです。今回はマシュマロに届いた質問にお答えしたいと思います。こんばんは。鈴鹿よもぎ様にお伺いしたいことがあって、今回マシュマロを送らせていただきます。私は 3D モデルで着物のデフォルメキャラクターを作るために体の比率を勉強しながら三面図を作ろうとしたのですが、理想とかけ離れた写実的な体型になってしまいました。当初予定していたデザインの五頭身のデフォルメキャラクターは 3D モデルを作るための設計図的なもので、正面を向いて両手を広げた T ポーズの三面図を描こうとしていました。ちなみに五頭身用のキャラクターを描くためにいろいろなサイトを見てみましたが、なぜかポーズをつけているあたりが多く、逆にポーズをつけていない直立しているあたりがほとんどなく、体の比率を調べるのにやや苦労しました。そこで書店などでキャラクターイラストメイキングの参考書で非常に体の比率を細かく記載しているものを探して、その本をもとにイラストや体の部位の比率を勉強しながら三面図の作成を始めました。しかし書いている途中でいつの間にか人間的で写実的な体型になり始めて、最終的に五頭身だと違和感のある体型になってしまいました。おそらく人間の体をベースに比率や形などを意識しすぎてしまったのが原因だと思っています。鈴鹿よもぎ様はデフォルメキャラクターを描く際は写実的にさせないために何を意識しすぎないようにしていますか、とのことです。ご質問ありがとうございます。質問を要約すると、五頭身のキャラクターで三面図を作ろうと思ったけど資料がなかなか見つからず、人体の勉強をしながら自分なりに描いていったけど違和感のあるキャラクターになってしまったということだと思います。皆さんもオリジナルキャラクターを描いていて、リアルとデフォルメが入り混じって妙にちぐはぐしたイラストになってしまったなんて経験がある人もいるんじゃないでしょうか。僕も普段頭身高めのキャラクターはほとんど描かないので、気を抜くとちぐはぐしたイラストになってしまうことがあります。質問者さんは資料をきちんと用意して制作していったけど写実的になってしまいうまくいかず、デフォルメに変換して描く方法がわからなかったとのことなので、今回の動画では前半にオリジナルキャラクターを作る上でのコツ、後半にリアルとデフォルメの書き分けをするときに気をつけたいポイント、この2つについてお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとオリジナルキャラクターを作る時の書き進め方の方法がわかるとともに、最低限ここさえ意識すればリアルとデフォルメの書き分けがうまくいくポイントを知ることができますので、ぜひ最後までご視聴ください。ポイントはこちら。1、モチベーションを上げよう。2、資料に頼りすぎない。3、パーツの比率を変える。4、情報量を操作する。順番にお話ししていきたいと思います。さあ、オリジナルキャラクターを作ろうと意気込んでいきなり三面図から描き始めるのは NG です。まあ完全に間違っているわけではないですが、キャラクターを一から作ることに慣れていない人がこれをしてしまうと途中で挫折してしまうことが多いです。まずは三面図ではなく、そのキャラクターを好きに描いてみましょう。丁寧に完成まで描く必要はありません。カラーラフまでで大丈夫ですし、なんなら全身を描く必要もありません。これは僕のオリジナルキャラのキャラシートですが、こんな感じに外彫りだけでいいので作ってみましょう。三面図が欲しいだけなのに関係ない絵を描くのは時間の無駄じゃないと思う方もいるかもしれませんが、実は意外と大事だったりします。イラストをよく描いている人ならわかる人も多いかもしれませんが、キャラクターの頭から足先まで全身が見えているイラストを描くのってめちゃくちゃ難しくて大変なんですよね。しかもそれをポーズのついていない三面図で描くとなると、人によってはかなり苦痛です。なおかつそのキャラクターは既存のキャラではないので、自分の頭の中にしか情報はありません。そんな中で制作し続けていくのは結構大変だと思いませんか？途中で挫折してしまってもおかしくありません。なので自分が描いていてワクワクする部分やそのキャラの性格がわかるような部分をまずは描いてみて、モチベーションを高めてみてください。このモチベーションを高めることがかなり重要です。もちろん全身を描いたり三面図をいきなり描いてもモチベーションが下がらず描き続けられるなら何も問題ありません。もしかしたらこのポイントで話した内容は質問者さんにとって不要な部分だったかもしれませんが、もし途中で挫折しそうになった時役に立つポイントなので、頭の片隅にでも置いておいてください。
モチベーションも高めたし三面図を描いていこうと思いますが、ここで必要なのは資料ではありません。資料を見ろっていつも言ってんじゃんと思った方もいると思いますが、今はまだしっかりと見ないでください。見るにしても大まかな形や比率などだけに注目して書いてみましょう。質問者さんはおそらくこんな感じに用意した資料を見ながら丁寧に書き写しながら書き進めていったんじゃないかと思います。現に書いているうちに写実的になり違和感のある体型になってしまったと言っている通り、この資料に忠実に書いてしまったことが原因だと思います。絵を描き進めるときは最初から資料を見てその通りに描くのではなく、まずは自分のイメージを優先して描いてみましょう。等身も五等身で描きたいと思っていても、かっちり型にはめて五等身にしなくても大丈夫です。最終的に五等身くらいになればいいなくらいの軽い気持ちで描いてみましょう。描いているうちにここなんかうまく描けないな、これで合ってるのかななんていう部分が出てくると思います。そこで初めて用意した資料を確認しましょう。自分の中にある可愛いやかっこいいを優先的に書き進めて、違和感の出てしまった部分や書き方のわからない部分を資料を使って修正していく、この書き方の流れを意識して書き進めてみてください。さて、ここからはリアルとデフォルメの書き分け方のコツをお話ししていきたいと思います。質問者さんは五等身のキャラを描きたかったとのことなので、デフォルメというよりは幼いキャラクターというイメージの方が近いかもしれません。ただどちらにせよ等身の高さによって各パーツの比率や形に一定の法則のようなものがあるので、まずはそこを押さえてみてください。解説をする前にリアル、デフォルメという言葉をこの後対応しますが、ここでは等身が高めのキャラをリアル、低めのキャラをデフォルメと表現していきますので、あらかじめご了承ください。リアルとデフォルメではそもそも体格が違うのでパーツの大きさが違うのはわかると思いますが、もし書き進めていて違和感を感じたら今からお話しする部分に注目してみてください。まずは頭と肩幅の比率です。リアルの場合、肩幅は頭の幅よりも広くなっています。おおよそ頭1に対して肩幅は 1.5 から2くらいでしょうか。自分の体を鏡で見てみるとよくわかりますね。この比率がデフォルメ調になるにつれて肩幅は狭く頭は大きくなり、次第に比率は逆転していきます。それに合わせて首の長さも調整してみましょう。次に胴体の比率です。リアルの等身では上半身と下半身は同じ比率、もしくは下半身を少し長めで描いてあげるとうまくいきやすいですが、等身が下がるにつれてこちらも比率を逆転させていくとまとまりが良くなります。描いていて違和感を感じたらこの2つに注目して修正してみてください。リアルとデフォルメの書き分けには比率を変えるだけでなく情報量を操作することも重要です。情報量の操作というと難しくてよくわからないという方もいるかもしれませんが、キャラクターの顔を見比べてみると分かりやすいでしょうか。顔の輪郭を見てみるとリアルの方が若干角張っていて骨付きの感じが分かりやすいですが、デフォルメは全体的に丸みがありリアリティは薄いです。他にも腕や足などでもリアルは肉付きを丁寧に書き込んだり、デフォルメは直線的でフラットな印象で描いたりと書き分けることも有効です。こんな感じにリアルでは絵の情報量を増やす、デフォルメでは絵の情報量を減らすを基本に各パーツの書き込み具合を調整してあげることで違和感のないキャラクター作りができます。可能なら目指しているデフォルメの絵柄とリアルな絵柄を並べて顔のパーツや手、足、胴体などどのような違いで書かれているのか見比べながら研究してみるとより情報量の操作のコツがつかめてくると思います。また情報量の操作は書き手によって個性が出る部分なので、必ずしもリアルは書き込み量を多くデフォルメは少なくしなければいけないというわけではありません。ただまだコツがつかめていないなら、まずは今回お話しした一定の法則を押さえて書いてみることでコツがつかめてくると思いますので、ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか。今回はマシュマロの質問にお答えしてオリジナルキャラクターを描く時のコツとリアルとデフォルメの書き分け方のコツをお話ししてきました。新たな疑問、質問、感想などがありましたらコメント欄にお書きください。今後の動画の参考にさせていただきます。また今回の動画を見て資料を見ながら直していこうって言われても、やっぱり人間キャラの資料だけじゃ難しいんだよね、獣キャラの描き方とかも知りたいと思った方もいると思います。そんな方はこちらの動画、アングル別獣人獣
物の書き方もおすすめです。合わせてご覧ください。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。